最初のテーマは頭金です。頭金は将棋の中でとてもよく出てきます。基本中の基本です。頭金をしっかりとマスターして将棋の勝ち方を学びましょう。さて、それでは早速具体的に見ていきましょう。まずこちらの局面ですね。盤上に相手の玉と、自分の歩がいます。そして持ち駒に金があります。この金を使って、詰ますことになるんですが、頭金ということで、文字の通りですね、王様の頭に金を打つということで、王様の頭、この真上の地点ですね、5二の地点、はい、こちらに金を打つ、これを頭金と言います。さあ、この状況ですけれども、実際見ていただくと相手の王様はもう動けません。これで詰みとなっています。取ると歩で取ることができますね。では逃げるとどうなるかですが、こちらも取れますし、斜めに上がってきても金の動きで取ることができます。こちら反対側も同様ですね、金の利きで取ることができますので、この状態を頭金で詰ましたということになります。はい、今歩でやりましたけれども、では、銀ですね。銀であれば、歩よりも強い駒なんですけれども、歩に加えてこの斜めの地点もカバーしているんですね。当然頭金ですので、こちらの地点に打っても、詰むんですけれども、こちらに打っても頭金で詰むことができます。銀は斜めに利きますので、ここに金を打てば取っても銀の利きで取ることができますね。金周りすべて効いていますので、当然逃げることもできません。この形も詰みとなります。さて、では桂馬、これでも頭金の形ができるんですね。桂馬の利きはこの3二の地点と5二の地点になりますね。王様のいる方の5二に金を打てば頭金の完成です。やはり金の利きで逃げることはできないですし、王様で取っても桂馬の利きで取ることができます。桂馬を使った頭金ですね、紹介してみました。今までは持ち駒にあった駒を打って詰ましていましたけれども、ではもうすでに盤上に駒がある場合はどうかということで見ていきましょう。5三の地点に歩がいて、6三の地点に金がいます。これで頭金をしましょうって言われると、まず浮かぶのが5二金と入ることですね。これも、頭金と言います。持ち駒を打つだけでなく、盤上にある駒を使っても頭金になります。さあ、少し難しいませんが、実はこの歩を成って5二歩成とと金にして詰ましても、詰みとなります。頭金というかと言われると、少し微妙なところはあるんですけれども、こちらも一応金と同じ動きをしますので、詰みの形となります。今回は頭金を学んでいきました。頭金は将棋の中で最もよく現れる詰みの形で、基本中の基本です。頭金必ず覚えてください。よく出てきます。